古田照子さん、当時14歳。爆心地から約 2.5km 離れた南町で被爆。あくる日8月の6日に私南町でいつも歩くからね、だから電車待っておれんしね、電車もなかなか来ないしね、だから歩いてあそこの平和塔が今ありますよね、あそこに牛尾火薬店と、それから、あれは南食料がある、あそこらでおって、ほいで幕府ね、ほいじゃが家の陰であったからね助かってね、光はね家だからねバーッとしてそう感じなかったんですよ。ほいじゃがこう倒れた時にね、あらなんかねあれ狙われたんよ思って伏せたんですがね、ほいでしばらくこうしとって、あらこれは違うわ思って、ほいでみゆき橋まで行ったんでさ、ガタガタ言いましたよね、はい、家がね。それと同時にこう倒れたんですね、ここへね、瓦がね。ほいで娘だから言ってね、お母さんが心配しましたがね、しょうがないよね。ほいでもうみんなこうしてね、しばらくしたらやけどした人とずっとね、はい、行って、ほいでみゆき橋まで行ったんですよ。しばらく経ってああ思うて季節ちょっと何しとってね、ほいで起き上がって行ったんですよ。ほいだったら消防署かね、男の人がね、あんたどこ行くんよから大手町我が家があるからね、ほいだから気になるから行ってみるんじゃ言うたら、あんた火の中へね入って行ってからあんた死ねに行くんねって帰りにさどっから来たんよからね、能美から来たんじゃ言ったんですよ。ほいだったら船乗って帰れ言って、ほいでしばらく見とったらやけど人とずっと宇品まで一緒に帰ってね、それはもう無我夢中でね。三鷹に帰って、ほいで来る日はおばさん2人と私と3人でまた広島中回ったんです。焼け野原だったからね、もうね、だからどこを歩いたかわからんですよね。とにかく2位のおばさんは自分の娘さん明子さんいうのを探して、それは大阪から疎開で広島に来て、それで第二県所へ行って、それで建物疎開で行ってやけど、もうどや顔もわからんでしたね。もう衣服も焼けてね、ほいでおばに「なんで明子さんって分かったん?」言うたら「名札が2言うてであったからこれで分かったんよ」って、ほいでそれはもう虫の息でね、もう亡くなったも一緒でしたよね。ほいでもう一人のおば、桐明のおばはね、あれは自分の主人を探して、ほいで私は大手町へお姉さんやらおじさんおじいさんおばあさんがね行ったんですよ。お姉さんは店のもんと決まっとったんですよ。空襲があったらどこどこへ疎開するような、疎開じゃないけどが逃げるようなね。ほいじゃからそこに逃げよっちゃったよって無事じゃったよ言うきああそうね言うて、ほいでうちの家行ったらおじいさんが焼け死んどった。ほいでお骨になって、ほいじゃあこれおじいさんのお骨じゃねって毎朝火鉢の部屋でキセルでタバコ吸うのが習慣じゃってね。ほいでそこの火鉢のへりにお骨があったからね、ほいで不思議じゃったんですよ。お姉さんら全員出てね、なんでおじいさん出られんかったんかなと思ってね、日が早かったんでしょうね。6日の時にはもう私みゆき橋行った時にはもう日が見えよったからね。だから日が早かって
逃げれんかったんじゃないかと思う。そこらをね、姉に聞いとけばよかったねと思うって今後悔してる。姉も言いたくなかったんでしょうね。ほいでお姉さんに、死んだら一番に誰と会いたい言うたらおじいさんじゃったからね。おじいさんだからおじいさんが命を助けてくれたんでしょうね。娘にも言ってないみたいよ。自分の娘にもね。ほいでおばあさんは分からん。今もって骨が分からんので。ほいでそれでまた番線のところへね3人のおばと集まって、ほいで番線が出るまでそこへ寄ってね、うちの母とほいで賢治いう弟がおるんで、それがまた8月8日、うちが6日と7日出てね、ほいでお母さんと賢治ゆんがほいじゃけ8日に、ほいでお姉さんが佐伯のおじさんがそこおるからね、ほいだからお姉さんが来てから飛行場の方行ったよったよ言うてからね言うから、ほいで母と弟が飛行場行ったら会えたんですよ。会えた妹がね、姉ちゃんはね孫やら子供にね伝えとってね、亡くなった方がええよ言って西森の姉がね何にも言わんとね亡くなったから、私がね一人が知っとるんだから、ほいじゃけん後世に残して、残した方がいいんじゃない言うて妹が言うから、それもそうかね思って受けました。戦争いうものは人殺しになるからね。だから殺すまた死ぬるいうんが当たり前になるんですよね。それが当然のようになっちゃいけんと思うんですよ。だから政治もなんですが、みんなねやっぱし平和を重んじて反対ですよね。戦争が起きるいうことはね、一切原爆は起こしちゃいけん思いますね。戦争もね大事な一つしかない命ですからね。だからね大事にしないとね。お国のため言うてみんなね戦死していったんですがね、かわいそうにね思いますよ。平和が本当頃を思うたら本当今はね、幸せですね。極楽です。頃は地獄です。平和主義、戦争は二度とねしちゃいけんと思いますね。